皆さん、こんにちは。じゅんです。今日は私たち日本人がよく使ったり聞いたりするけど、教科書にはあまり載ってない言葉をご紹介しますね。一つ目、根掘り葉掘り。根掘り葉掘り。聞いたことがありますか？根を掘る。根はどこにありますか？そう、土の中です。土の中にある根を掘る。深く掘る必要があります。どこまでもしつこくです。根掘り葉掘り聞くは、細かいことまでしつこく聞くという意味になります。日常では根掘り葉掘りと使いますが、これには続きがあって、本来は根掘り葉掘りごぼうの根までということわざなんですよ。早速例文を見てみましょう。最近新しい彼女ができたんだ。へえ、どんな人？それがさ、根掘り葉掘り聞かれて疲れたよ。でもとにかく可愛くて最高なんだ。最近新しい彼女ができたんだ。へえ、どんな人？それがさ、根掘り葉掘り聞かれて疲れたよ。でもとにかく可愛くて最高なんだ。でも可愛くて最高なんだ。この人は可愛い彼女ができて嬉しいです。でもの前は嬉しくないことが書いてあります。根掘り葉掘り聞かれて疲れたよと言っています。嬉しくありません。例えば、どんなスポーツが好き？休みの日は何しているの？こんな質問はいいですが、出会ったばかりなのに家族のことやお金のことなど、いくつもいくつも質問されたらどうですか？自分の心の中の深いところまでしつこく聞かれる。この人は根掘り葉掘り聞かれて嬉しくなかったようです。二つ目の例文を見てみましょう。最近新しいバイト始めたんだけど、上司が根掘り葉掘り聞いてくるんだよね。何を聞かれるの？私の家族構成や友達との関係とか、ストレスがたまるんだよね。それは大変だね。最近新しいバイト始めたんだけど、上司が根掘り葉掘り聞いてくるんだよね。何を聞かれるの？私の家族構成や友達との関係とか、ストレスがたまるんだよね。それは大変だね。どうでしょう？新しいバイト先の上司が根掘り葉掘り聞いてきます。相手が仲がいい人ならいいですが、この場合は新しいバイト先です。そして上司です。家族構成というのは、私には兄が2人いて、妹が1人いて、家族にどんな人がいるかということです。バイトと関係ないことを聞かれて嫌な気持ちです。ストレスがたまりますが、上司だから我慢しているんですね。根掘りは土の中にある根を掘る。葉掘りは葉掘りには意味はありません。語呂を合わせただけのようです。語呂を合わせる？次に行きましょう。語呂合わせ。語呂合わせ。文字に他の音や他の意味を重ねて覚えやすくしたり、言葉遊びをしたりします。私は学生の時、語呂合わせで歴史の年号を覚えましたよ。とても有名なのは、なんと見事な平城京。なんと見事な平城京。平城京は710年、奈良時代の日本の首都です。710年に平城京ができました。710年をなんと語呂合わせで覚えました。7と
なんと、これが語呂合わせです。次は、泣くようぐいす平安京。泣くようぐいす平安京。7、9、4。これを泣くよと語呂合わせで覚えました。とても有名な覚え方なので、泣くようぐいすと日本人に言えば平安京と答えると思いますよ。歴史だけでなく、日付に語呂合わせをして記念日にしていることもあります。例えば、1月5日、1、5、いちごの日。では、これは何の日でしょう？ 2 月9日、2月9日、2と9です。これは肉の日です。これは何の食べ物？ 7 月10日、7、豆。そう、納豆です。7月10日、納豆の日。あなたの国も語呂合わせがありますか？次は、芋づる式。芋づる式。土の中の芋をイメージしてください。土の中に芋があって、一つ見つけるとどんどん続けて見つかりますよね。つまり、芋づる式とは、一つのことからそれに関連する多くのことが次々に現れることです。例文を見てみましょう。この前ニュースで見た事件、覚えてる？覚えてるよ。オレオレ詐欺でしょ？そう、その容疑者が芋づる式に逮捕されたんだって。それはよかったね。まず、オレオレ詐欺、聞いたことがありますか？男の人が自分のことを俺というのは聞いたことがあるかな？日本語では自分のことを指す言葉がいくつもあります。私、私、自分。男性は僕、俺。女性は私、うちなどがあります。男性の中で自分のことを俺という人がいます。俺、転職決まったんだ。俺、来週東京に出張なんだ。こんな風に使います。オレオレ詐欺の話に戻りますね。皆さんはお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんによく電話をしますか？オレオレ詐欺というのは悪い人が知らない高齢者の家に電話して、あ、俺だけど、会社のお金をなくしちゃって困ってるんだ。すぐ現金が必要だから助けてよ。と言います。その電話を受けた人は、その声が本当に自分の子供や孫かわからないけど、俺という言葉で信用してしまいます。かわいい息子や孫が困っているのなら、と現金を用意してしまうのです。犯人が電話をかけるとき、名前を言わずに、俺だよ俺というので、このような詐欺をオレオレ詐欺と呼ぶようになりました。今日は久しぶりにご両親、おじいちゃん、おばあちゃんに電話をしてみてはいかがですか？きっと喜びますよ。本物の声を聞かせてあげましょう。そして芋づる式。このような犯罪は複数名で行われていることが多くて、一人が警察に捕まると、そのグループの人も次から次へと逮捕されます。芋が一つ見つかると次から次と見つかるように、一人が捕まるとどんどん関連する人も現れることを芋づる式と言います。次は、さみだれ式。さみだれ式。5月の雨と書いてさみだれと読みます。
さみだれは梅雨の時期に雨が続くことを言います。梅雨は雨の日が多いです。でも、たまに雨が降らない日もあります。さみだれ式というのは途切れることがあるけど、長い間だらだらと物事が続くことという意味で使われます。例えば、あなたは取引先に商品を運びます。一度にまとめて運ぶべきなのに、出来上がったものから順番に何回にも分けて商品を届けることになりました。そのような場合は、さみだれ式で申し訳ございませんと言います。一般的に日本の梅雨は6月に始まりますが、どうして5月の雨と思いましたか？これはこのさみだれという言葉ができたとき、日本は今のカレンダーではありませんでした。日本は1873年まで違うカレンダー、暦を使っていました。その暦の5月が現代の6月にあたります。前に使っていた暦なので旧暦と言います。旧暦の5月は現代のグレゴリオ暦の6月にあたります。少しずれてしまったんですね。続いて小春日和。小春日和。知っている漢字がありますか？小さい、春、日、平和の和。小春日和。これは日本人でも間違える人がいます。春という漢字が使われているのに、秋の終わりから冬の初め頃、暖かくて穏やかな天気のことを言います。春の天気ではありません。私は日本の春と秋が過ごしやすくて好きです。今日はどんな天気ですか？空を見上げてみましょう。次は雲の上の存在。雲の上の存在。雲は高いところにありますね。手を伸ばしても届きません。遠く手の届かないところにいる人。例文を見てみましょう。社長と話したことある？うちの会社の社長と雲の上の存在で入社してから一度もないよ。社長と話したことある？うちの会社の社長と雲の上の存在で入社してから一度もないよ。聞いて、最近新しい彼氏ができたんだ。そうなの？どんな人？高校の時の先輩。当時は雲の上の存在だったんだけど、先月偶然飲み会で再会したんだ。聞いて、最近新しい彼氏ができたんだ。そうなの？どんな人？高校の時の先輩。当時は雲の上の存在だったんだけど、先月偶然飲み会で再会したんだ。このように、雲の上の存在というのは、遠く手の届かないところにいる人のことを言います。同じような意味の言葉で、高嶺の花という言い方もあります。山の高いところに咲いている花を想像してください。遠くからその花を眺めるだけで、手に取って自分のものにすることはできない。例えば、容姿や性格が優れていたり、知的でスポーツも得意な人のことです。雲を使う言葉をもう一つご紹介します。雲泥の差。雲泥の差。雲、泥。子供の頃、泥遊びをしましたか？そうです。その泥です。空にある雲と地面にある泥。二つの間は大きく離れています。
大きく離れている2つのことを説明するときに使います。一般的に雲泥の差があるという使い方をします。例えば、私と姉では収入に雲泥の差がある。私と姉では収入に雲泥の差がある。私と姉の収入を比べて大きな差があるということです。どちらが多いか、どちらが少ないかはこの文ではわかりません。もう一つの例文です。彼とは小学校から高校まで同じクラスだったけど、今の生活は雲泥の差がある。彼とは小学校から高校まで同じクラスだったけど、今の生活は雲泥の差がある。これはずっと同じクラスで学生生活を送ってきたのに、今の生活環境を比べると大きな差があるという意味です。それでは、大きな差がないと言いたいときは何て言いますか？50歩100歩。50歩100歩。正しい発音は50歩100歩ですが、50歩100歩という人もいます。50歩と100歩。2倍です。でも、どうしてだいたい同じという意味なんでしょう？戦場を想像してください。戦いますか？逃げますか？昔、100歩逃げた人がいました。50歩逃げた人が100歩逃げた人を臆病だと笑いました。でも、50歩しか逃げなかった人も逃げたという点では変わりません。このことから50歩100歩はどちらも同じようなものという意味で使われるようになりました。いかがでしたか？もっともっと紹介したい言葉がありますが、今日はここまでです。次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。バイバイ。